ただ妻に自分の腹筋の写真を数枚送っただけなのに、彼女が飼っていた男に浮気相手だと勘違いされてしまった。彼は仲間たちを連れて家に乱入してきた。この金稼ぎ野郎。俺の女を誘惑するなんて。足を折ってやる。これで他の人の関係を台無しにすることはできなくなるだろう。彼らは数百万ドルの価値がある私の邸宅を荒らし、私を不自由にした上に、裸にして通りに引き回そうとした。補佐官が駆けつけてくるのを見て、私は力ずくで言った。離婚しろ。ティファニーには一銭も渡さず、あのダメ男に使った金は一銭残らず取り返せ。全部。浮気する勇気があるなら、地獄のような生活をさせてやる。仕事中に住居管理者から戸棚を壊す人がいると電話を受けた。急いで帰宅すると、家の外に男たちが立っており、警備員がイケメンの男にペコペコしていた。なるほど、本物の持ち主か。どうしてあまり姿を見ないのか不思議だった。この家は彼のものじゃないな。偽物だ。ミラーさん、何か必要なことがあればお知らせください。すぐに処理します。よし、警備主任に昇格させてやる。私は近づいた。このミラーさんという男は目を見開いた。お前たち、こいつが俺の女を誘惑するクソ野郎だ。捕まえろ。この野郎を逃がすな。数人の男が私に襲いかかり、肩を押さえつけた。やっと捕まえたぜ。ジェイク・ミラーの女を奪おうとするなんて。死ぬぞ。私は眉を潜めた。間違いだ。俺は知らない。話が終わる前に、ジェイクは私の腹にキックした。否定するな。灰になってもお前を認識できる、この寄生虫め。私はかがんで息をついた。警備員はミラーさん、大丈夫ですか？この人を追い出しますと言った。それから私に向かって、荷物をまとめて出てください。ここは高級住宅街です。お前のようなクズはいけない。私は笑った。この住宅街全体は自分の会社が開発したものだと知っているからだ。これは俺の家だ。俺が払った。追い出す権利はどこにある？私は男を見た。彼はガールフレンドの浮気に激怒しているようだった。怒りを抑えた。誤って出ていけば、このことは忘れる。ジェイクは地面に唾を吐いた。キリ。俺が謝る？お前が俺の女を誘惑しているんだ。私はかわして唾を避けた。彼はまた私をキックした。近所の人たちは見物人になっていた。ジェイクは私の顔を指さした。みんな聞いて。俺のガールフレンドは多国籍企業の CEO、ティファニー・ウィルソンだ。このクズは彼女にメッセージや電話をしまくり、腹筋の写真を送って誘惑してる。どうだ？この変質者をぶっ倒すべきだろ？生まれてこの方、こんなに殴られたことはない。怒りが爆発しそうになった。妻の名前を聞いて冷静になった。ティファニーは私の妻だが、ビジネス旅行で国外にいる。もう6ヶ月になる。私は彼女に腹筋の写真を送っただけだ。結婚5年目だ。彼女はとても優しくて親切だった。だから海外支社の経営を任せても安心していた。私はジェイクにティファニーがまとうガールフレンドだと？証拠は？と聞いた。証拠はたくさんある。ジェイクは携帯を取り出し、自分とティファニーの写真を私の顔に突きつけた。私は信じられないように見つめた。確かにティファニーだった。彼女の右眼下にはほくろがある。これが何を意味するか、そんなに愚かではなかった。写真の背景を見て、さらに怒りが湧いた。ティファニーが食事や睡眠を取らないのを心配して、別荘を買ってコックを雇ったのに。
俺の金で他の男を飼っているのか？だから家に帰りたがらなかったのか？他の男と忙しかったのか？さらに屈辱的なのは、ティファニーの携帯には私の名前がボーイトイと登録されていたことだ。自分の目で見なければ、ティファニーがこんなに険しい女だとは思わなかった。私の青ざめた顔を見て、ジェイクは罪悪感を感じていると思った。2. どうだ？証拠が目の前にある。今は何も言えなくなったな。近所の人たちはつぶやいていた。浮気相手最悪。家庭を壊すなんて。罰を受けるべきだ。妻の側に立つ。手加減しないで。ジェイクの仲間たちは冷笑した。知らないの？この男は顔を売ってお金持ちの女たちから金をもらって生きてるんだ。見た目はまともだが、完全な変質者だ。私は拳を握りしめ、ジェイクを睨んだ。今すぐティファニーに電話しろ。俺が誰だか聞け。ジェイクは笑った。彼女が救ってくれると思う？夢見てるな。浮気相手の末路を見せてやる。彼らは私を殴打し始めた。反撃したが、人数が多すぎた。彼らは私の顔の写真を撮り、ビデオを録画した。ネットに上げろ。みんなに金稼ぎ野郎の顔を見せてやる。私は地面に倒れ、意識が朦朧としながら歯を食いしばった。後悔するだろう。ジェイクは私の頭を踏みつけた。まるでゴミのように。まだ強がるの？これは始まりだけだ。彼は私の手をつかみ、指紋でドアを開錠した。豪華な内装に彼らは目を見開いた。こいつは体を売って大儲けしてるんだ。全部壊そう。彼らは手の届く範囲のものをぶっ壊し始めた。ティファニーと私の額縁まで地面に捨てられた。私は止めなかった。俺のものは高い。壊す前に考えろ。ジェイクが持っている翡翠の置物を指した。これは数百万ドルの価値がある。賠償できるのか？ジェイクは固まった。ためらっていた。彼の仲間たちは言った。こんなクソ物が数百万？怖がらせてるな。無価値の骨董品でも女と寝てもらったものだ。公益活動してるんだ。こいつは寄生虫だ。お金なんてない。これらのものは全部敵女が買ってやったんだ。彼女の金は的金だから何も賠償する必要ない。ジェイクはうなずいた。翡翠の置物を私の頭にぶつけた。激しい痛みが走った。額から温かい液体が流れてきた。触れてみると血だった。怒りと痛みがこみ上げた。近所の一人が言った。こんなことして大丈夫？ジェイクの仲間たちは気にしなかった。なんでダメ？こんな人間は他の家庭を台無しにするだけだ。正しいことをしてるんだ。法律では罰せられないから逃げ切れると思ってるんだろう。被害者のために復讐してるんだ。ジェイクは近所の人にお前たちに恩を返してるんだ。次はまと妻を誘惑するかもしれないぞ。と言った。私は携帯を取ろうとしたが、ジェイクが叩き割った。浮気相手が警察に電話するのか？俺はティファニーと結婚してる。マトホーが浮気相手だと言った。一人の男が私をパンチした。切り替えてくるのか？こんな厚かましい人間見たことない。俺たちはバカじゃない。嘘は他の人に言え。私はこのバカたちを見た。結婚証明書は寝室にある。取ってきて。3. ジェイクは寝室に行って証明書を取ってきた。彼らは驚いて見つめた。間違ったのか？こいつは浮気相手じゃないの？本当に結婚してるか確かめろ。間違いに気づくと思ったが、ジェイクは証明書を破った。私の額を指さした。
この金稼ぎ野郎。結婚証明書まで偽造するなんて。俺と彼女は幼馴染だ。彼女のことを知ってる。騙せない。ティファニーは私に俺の前に彼氏がいなかったと言っていた。滑稽だ。ずっと俺を欺いていたのか。今の浮気相手は大胆だな。結婚証明書まで偽造するなんて。彼のガールフレンドはティファニー・ウィルソンだ。この男は金のためなら何でもする。文書偽造は違法だ。私は低姿勢を保っているので知っている人は少ない。だが海外支社の責任者であるティファニーはよくインタビューに応じているが、ただの傀儡だ。彼らは婚前契約について知らない。もし彼女が浮気したら一銭ももらえない。証明書が偽物だと信じた仲間たちはさらに騒ぎ立てた。ドアを閉めて物を壊し続けた。毛は廃墟になった。骨董品、絵画、高価なものは全部破壊された。被害総額は約600万ドルに達した。それでも彼らは止まらなかった。家を焼き捨てよう。こいつには何も残さない。ジェイクはためらった。焼くの？そうだ。この家は的女がこいつのために買ったんだ。的物だから何も心配する必要ない。私は叫んだ。気が狂ってるのか？ジェイクは私の顔をパンチした。黙れ。彼女がこいつのために買ったことは知ってる。焼き捨ててやる。私は笑った。彼らには法律など何の意味もない。警告する。今すぐ止めろ。後で懇願することになるだろう。ジェイクはカーテンに火をつけ、私を地面に倒した。服を脱がせろ。外に引き出してみんなに見せてやる。こいつが浮気相手だと知らせてやる。彼らは私の服を引き裂き始めた。私は頭を掴んでジェイクの顎にぶつけた。彼は倒れた。警備員はミラーさん、拭きなさいと言った。ジェイクはこの野郎をぶっ倒せ。と叫んだ。金属のパイプを見つけた。悪い予感がした。何するつもりだ？交代しようとしたが、彼らに押さえつけられた。足を折ってやる。これで他の人の関係を台無しにすることはできなくなるだろう。ジェイクはパイプを上げて私の足に振り下ろした。激しい痛みが走った。骨が折れる音が聞こえた。血を見て彼らは慌てた。殺しちまうんじゃないか？ジェイクは私を睨んだ。ただ少しの血だ。死なない。痛みで話せなかった。